さあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。第7回目の今回は、選手としてより、監督として名を馳せた選手の紹介になるよ。その選手とは、毎日、阪急、近鉄で監督を務めた、西本幸夫選手だよ。最近ファンになった人にはわからないかもしれないけど、調べてみるとウプ主がファンのカープも、関わっている人だとわかったんだよ。それじゃあ早速、解説やっていくよ。西本幸夫。1920年4月25日生まれの和歌山県出身のプロ野球選手、ポジションは内野手。選手引退後は、コーチ、監督、野球解説者、野球評論家を務めていたよ。父親は日本勧業銀行和歌山支店の支店長であり、裕福な家庭に育つ。1933年に野球の名門校だった、旧制和歌山県立和歌山中学校へ進学するが、当時は野球部に入れば、勉学を諦める覚悟が必要、だったため入部を諦め、3年時にはラグビー部に所属していたよ。しかし4年生の秋、5年生7人が引退して5人だけになった野球部に入部し、二塁手と一塁手を務め、時にはリリーフ投手としてマウンドにも立ったよ。1937年夏の甲子園の際大会予選決勝では、旧制和歌山県立海藻中学校と対戦。当時3年生の島木代和の前に敗れて甲子園出場はならなかったよ。1938年に旧制立教大学へ進学。当時の野球部には監督がおらず、後には実質的な監督役を務めている。文部省の命令でリーグ戦が中止となった1943年5月には、自ら申し入れて旧制明治大学との対外試合を行ったよ。そして学徒出陣により同年秋に王将。陸軍中尉にまで昇進し、温情に満ちた隊長として部下に尊敬されていたよ。中国で終戦を迎え、復員後は東洋金属、八幡製鉄、全教頭を経て、立教の後輩の誘いで星野組に移籍。星野組時代の1949年には、監督、一塁手、3番打者として第20回都市対抗野球大会に出場し、チームを優勝に導いた。当時、西本は進駐軍から入手した中古のファーストミットを使用していたよ。有力社会人チームの星野組に、プロ野球参入を目指す毎日新聞社は選手の供給源として着目し、西本によると都市対抗野球大会優勝直後からチームに勧誘がなされていたよ。西本は毎日新聞との交渉役となり、ここでも統率力を発揮して、選手全員の受け入れを毎日側に要請、最終的に西本を含む7人が毎日オリオンズに入団する。入団直後の1949年11月26日には、毎日のホープ、西本、というキャプションでスポーツ日本の一面を写真が飾ったよ。1950年、毎日の選手として公式戦に出場する。プロ入り時にはすでに30歳であり、選手としてのピークは過ぎていたが、1番、一塁手の定位置を確保し、毎日のパリーグ優勝と日本一に貢献した。1952年には首相となり、1954年からはコーチを兼任。そして1955年に引退するよ。その後も毎日、大前に残留し、1956年から1958年まで2軍監督、1959年はヘッドコーチを務めた。1959年11月14日に同年限りで、退任した別当薫に代わって監督に就任したよ。永田オーナーは別当の後任に、他球団からスターの監督を迎えようしたがうまくいかず、そんな時に相談したのが、南海の監督の鶴岡和人で、鶴岡は、外で探さなくとも、チーム内に適任がいるではないか、と名前を挙げたのが西本であった。永田は鶴岡のその助言にしぶしぶ承諾した形だったよ。監督に就任した西本は、1年目にしてチームをリーグ優勝に導いたが、日本シリーズ第2戦での戦術をめぐり永田オーナーと対立し、責任を取る形で辞任したよ。1961年は日本短波放送、プロ野球ナイトゲーム中継の解説者、スポーツ日本評論家を務めたよ。1961年11月21日、阪急ブレイブス1軍コーチに就任。1962年11月6日からは監督に昇格。就任当時は弱小球団だったブレイブスを基本から厳しく叩き上げ、1年目のキャンプではキャッチボールから教えたよ。1967年に初優勝を飾ると、1973年までの7年間で5度のリーグ優勝に導き、上昇球団へと育て上げた。日本シリーズでは5度、いずれも川上哲治率いる V 級時代の読売ジャイアンツに敗れた。そして10月25日に退任したよ。11月16日に、翌1974年シーズンより近鉄バファローズ監督を務めることが発表された。ここでも弱小だったチームを一から鍛え上げ、1979年に球団初のリーグ優勝を果たしたよ。日本シリーズでは広島東洋カープの前に敗れまたしても日本一を逃す。
1980年もリーグ優勝するが再度、日本シリーズでカープに敗れたよ。1981年10月2日に勇退を表明。その後は1982年から2003年まで関西テレビ、1982年から1990年まで日本放送の解説者、1982年から2011年まで及びスポーツ日本で評論家として活動していた。1988年に野球殿堂入りを果たすよ。監督勇退後は長らくプロ野球ニュースの解説者を務めたが、東京のスタジオに出向くことは比較的少なく、特に高齢となった1990年代後半から、関西テレビからの中継が多かったよ。このほか、1984年オフに対応、同年限りで辞任した安藤の後任監督として、阪神から10月16日に球団社長自ら西本の自宅を訪問し、直接監督就任要請を受けるも、表向きは高齢であることを理由に10月18日に辞退を表明しているよ。阪神からは1996年オフにも、藤田監督の後任として声がかかったが断っている。そして2003年9月15日には、阪神タイガースがセリーグ優勝を決めた広島戦を最後に、恒例ということもあり同局の解説業から優退したよ。晩年は滅多に公の場に登場する機会はなく、兵庫県宝塚市にて隠居生活を送っていた。そして2011年11月25日午後8時40分、陰性していた兵庫県宝塚市の自邸において心不全のため死去。91歳だったよ。ここからは、西本選手の監督としてのエピソードを紹介していくよ。西本は、20年間の監督生活で8度のリーグ優勝を果たしながら、日本シリーズでは一度も日本一につけず、悲運の名将と言われていたよ。ただ、西本当人は自分が悲運の名将と言われることには否定的で、もし、私が本当に悲運なら戦争で死んでいるし、復員してからも野球に再開できたり、大前、阪急、ここの3チームで素晴らしい選手に巡り会えて、8度も日本シリーズに出場などできない、悲運の名将なんておこがましい。あえて言うなら幸運な凡将ですね、と語っているよ。阪急、近鉄時代には時間をかけて選手を育て、チームを作り変え、弱小球団を上昇軍団へと導いた。2球団を優勝に導いた監督は三原、星野以外にも複数いるが、西本のように、2チームで自らチームの土台を作り上げて優勝させた監督は少ないとされるよ。1975年5月30日、阪急西宮球場での阪急戦の試合中に、西本が肌光一を殴打した事件。この年、話題を集めた阪急のルーキー、山口隆に対して、近鉄は打撃投手を前から投げさせるなどの対策を練り、9日前の初対戦では勝利した。この日は先発した山口に4回を終わって0対1の状況で、5回表の攻撃前に西本監督はエンジンを組ませ、ワンストライクを待て。高めのボールは絶対に手を出すな、と注意したよ。しかしこの回の先頭打者だった畑は、2球続けて高めのボール球をファウルした後、ショートゴロに打ち取られる。怒った西本は、ベンチに戻ってきた畑の方を平手打ちした。オフのためネット裏から目撃した鈴木啓二は、びっくりしたと述べたよ。実は畑は、試合の円滑な進行のための先頭打者の監修として、ウェイティングサークルに入っており、西本の指示は聞きようがなかった。当の畑自身は、引退後に、最初は悔しかったけど、時間が経つにつれてしょうがないと思った。僕は怒られることは多かったが、監督に対して絶対的な信頼があったので反抗したことはなかった、と語っているよ。なお、5回の攻撃で畑が凡退した後に、近鉄は3点を挙げて逆転、最終的には6対2で勝利しているよ。西本は後日、畑がエンジンに加われなかったことを梨田正孝から、畑はあの時監督の指示を聞いてません、と指摘され、しまったと感じたものの、羽田に対しての謝罪は行っていないよ。これは、近鉄が球団合併によって消滅する際に出された、観光物の中での西本のインタビュー、畑と栗橋茂の対談で明かされているよ。2015年2月2日に行われた三田学園高校の監督就任会見の際、畑は理想とする指導者として西本の名前を挙げて、本当に厳しい方で、今で流行ってはダメだけど、手を出す方。でもグラウンドから一歩出ると優しくて、面倒見のいい監督だった。当時の選手は誰一人、悪口を言わなかった。そういう選手から慕われる監督でありたい、と述べていたよ。1979年、ヤクルトから移籍したチャーリー・マニエルを擁して、球団創設以来の初優勝を果たした直後の大阪スタジアムで行われた、広島東洋カープとの日本シリーズ第7戦。1点ビハインドの9回裏1アウト満塁で、打者石渡茂にスクイズのサインを送るが、江夏豊投手に見破られ、三塁走者が強殺。その後石渡も三振に終わり、ゲームセットとなるよ。
なお、西本が采配を取った翌年のオールスター第3戦において、1点ビハインドの9回表ノーアウト満塁で前世のマウンドに江夏が登板、16球でゲームセットとなり、またも満塁で江夏に抑えられた、と語ったよ。2アウトになった時、打順はピッチャーだったが、すでに野手を全て使ってしまっていたため、南海の投手である山内真一を代打として送り込んだものの、あえなく三振に終わる。山内を起用したのは、彼が打撃が上手いという話だったから、と西本はコメントしているよ。その時、三塁走者だった福本豊は、素人が、江夏を打てるわけないから、と本当をしようとベンチを見たところ、親父に睨みつけられたためやめた。と語っているよ。今回はここまでにしておくよ。感想としては、カープに在籍していた江夏投手、今でも江夏の21球と語られている試合の相手球団の監督だったとは知らなくて、戦時中ということもあって、選手としては短かったけど、監督としてはとても息の長く、選手たちからも慕われている、とても多くの功績を残した選手だったと感じたよ。それじゃあ今回はこの辺にしておくよ。それでは、ご視聴、ありがとうございました。